んにちは。今日はちょっとこの間かけた針金かけたガジュマルを、思いのほか生育が良くて、もう一歩進んで切り詰めと、植え替えをしたいと思います。まずちょっと見ていただきたいんですけど、こういうふうに芯のところが食い込んできてるのが分かると思うんですけど、これぐらいになると針金が結構効いたかなという感じなんで、あんまり長くかけておくと針金傷が残りますので、まず外していきたいと思うんですけど、分かりやすくするために葉っぱをちょっと切ります。で、針金かけてこの先のかけていないところっていうのは結局は切り戻して捨ててしまうんで、針金はかけてなかったわけです。で、この針金のかけて曲げたところだけを使って、盆栽に仕立てていきますので、とりあえず見やすいようにちょっと葉っぱを一回はがりをちょっとかけます。それでガジュマルは切るとこういう白い液が出てきちゃうので、結構手ベタベタして汚くなっちゃうかもしれないんで、作業が終わった後はよく洗ってください。あとガジュマルの方もよく水かけて、このベタベタしていますので。前に針金かけた時はここ一本でピュッと伸びてたと思うんですけど、このように溶液からこうなんていうか新しい枝が出てきている状態になってますので、とっても元気に育てるっていう感じですね。で、とりあえずこの大きな葉っぱちょっと見やすくするために取っちゃいますので。で、だいぶ見やすくだと思うんですけど、こんな感じで針金がかかってます。それで、先の部分はとりあえずいらないんで、今から落としますね。で、葉っぱを大体落とすとこんな感じになります。それで、この針金を、この上の芯のとこはとっても太ったんでよく効いてるんで、ちょっとこれ外してみたいと思います。どれぐらい癖がついてるかちょっと外してみないとわからないところもあるので、ちょっと外します。で、こんな感じで針金のちょっと傷が残ってますけど、しっかり癖がついた感じになってますので、とりあえず他のもちょっともしかしたら少し効きが甘いかもしれないですが、一応ちょっと外してみますね。どれぐらい癖がついたか。あんまりついてなければちょっともう一回面倒くさいけどかけ直さなくちゃなんないんですけど、ちょっと外してみて、大体大丈夫そうですね。
で枝元を針金外しにくい時は無理やりこじって枝を折ったりするとダメなんで、針金切りをこういう時外しにくい時だけねちょっと使います。そうすると外れますから、まあ、この針金の太さだとそれほど針金切りの出番はないんですけど、銅線使って太い銅線使った時なんかは外そうと思うととっても力がいるし、曲をつけた木に傷がつく場合があるので、そういう時は銅線はもったいないですけど、針金切りで外した方が枝を折ったりしないので安全だと思います。今回はちょっと細い枝にもかけたので、あんまり細い枝に太い針金かけちゃうと外す時に折っちゃったりするとまずいんで。でこれで針金外してみて、まあ大体癖がついてますね。それではちょっと植え替えをしたいと思います。まず正面はどっちかという話で、まあこっちかこっちかなんですけど、まあどっちがいいですかね。まあなかなか難しいところですけど、まあとりあえずこっちですかね。こっちを正面にして、植え替えます。それで今回用意したのが長方鉢で、まあどっちかというと観葉植物緑がわさわさとなるので、どっちかというと白っぽい白とかこういうちょっと空色の鉢で、ちょっと大きさが違うんですけど、まあちょっと根を出してみないとどんぐらいで収まるかわからないので、ちょっと抜いてみます。で、ご覧のようにとってもよく根が回って、植え替えて大して立ってないんですけど、でちょっと根をほぐしてみたいと思います。まあそれほど太い根が下にあるわけじゃなさそうなので、どっちの鉢でも入るかなという感じですね。ちょっと根っこ先だけちょっと整理しますね。ちょっと合わせていきます。どっちが入るか。ちょっとそこがあれですかね、厳しいかもしれないですね、これだとね。じゃあこっちでやりますか。じゃあこっちの白い方の方です。今回も銅線で一応固定をしようと思います。まあ、本当はなんていうか、この網は網だけで固定して、で固定用の針金も固定用の針金でやった方がいいんですけど、ただ穴2つ開いてればこれでギュッと後で木を縛るんですけど、そうすることによってですね鉢底のこの網はずれなくなるので、今回は簡略化してこういう銅線だけの1本の銅線でこうかけて
鉢底の網の穴の塞ぐのも一緒にやっちゃうという簡易なやり方をします。その時は隙間が内側にこうギュッと寄せてこう縛る感じなんで、内側に寄せた時にこの網に隙間が出て後ろの下の穴が見えちゃうと土が出ちゃいますので、そこだけちょっと注意してもらえれば大丈夫です。それで、ガジュマルの培養土ってそれほどガジュマル自体が丈夫な木であんまり用土が選ばないんですけど、赤玉土主体に、今回の場合は少し砂と若干ピートモスが混じってる感じの土を用意しましたので、じゃあそれで土はボロとかも今回はあんまり使わないでそのままいきます。多分ガジュマルって年に一度ぐらい植え替えないとなんか根っこあっという間に回っちゃいそうなんで、あとこれは入れても入れなくてもいいんですけど、マグアンプ系っていうよくプランターとかエリゲ植物入れるときによく使うやつなんですけど、それを一つまみちょっと入れて。とりあえず両方見るように真ん中につけます。これで水をあげて土を落ち着かせればいいんですけど、ちなみに今回少し細かめの土を使っている意味はですね、粗い土で植えれば結構根っこもよく伸びて生育もと良くなるんですけど、今回はガジュマルを盆栽に仕立てるということなので、なるべく伸びを少なくして葉っぱをちっちゃくしたいんですね。だからそういう意味で、少し細かめの土で生育も少しちょっと抑え気味にしたいかなという思いもありまして、そんな感じにしてます。果たしてガジュマルが他の盆栽の樹種と同じように細かい土で植えた時にうまくそういう風になるかっていうのはちょっとやってみないとわからないところもあるんですが、一応こういう感じで植え付けてみました。それで、これで水は後でやるんですけど、この段階で、もう一回全体を見渡して、全体が不等辺三角形ぐらいになるような感じに、剪定をします。でさっきはとりあえず暫定的に切り詰めたんで、今回はちゃんと見ながらどれぐらいの位置で切ったらいいかっていうのが見ながらよく切ってきます。で、切るときは葉っぱのところの芽のところで切るのがいいので、例えばこういう
こで切ってますけど、これ葉っぱ取った後なんですね。で例えばこういう切り方をすると、ここはもう枯れちゃって、ここの間からこう芽が出るっていう感じですね。だから例えばここで一回ここで切りますね。そうするとここの葉っぱのこの葉っぱのこのここに芽が眠ってますので、刺激されてここからこう芽が出るということで、枝の向きもこの時ある程度決まってきます。だからこの枝って横枝なんで、横に芽が出てほしいんで、ここで切ると上に立っちゃうんで、また針金で伏せなくちゃならないんですけど、例えばこの場合はここら辺で切ってあげると、この芽がこう横に行くかなという感じですね。で全体にそんなことを見渡しながら、少しずつ詰めていきます。で盆栽の場合はここまで切り詰めてもこの後また伸びて、それで枝ができるので、今の段階ではこう完成した全体のこの樹形よりも二回りくらい小さい感じで作らないと、完成樹形の時にこう幅に出過ぎちゃいますので、だから若干出来上がりよりもこうぐっと詰まったところの芽のところで止めておきます。でいくらでもまた修正は効きますので、次出てきた芽の芽吹き方によっていろいろなんですけど、で上から見た時も均一にこう詰めておくというか、こんな感じですね。でこういう胴吹き目、いらない胴吹き目が出ますので、こういうのは外しておいてください。わさわさこの上を枝先を詰めると元吹きエネルギーがまた元の方に帰るんで、そうするとまた元からいっぱい出てきますので、だからこのでまだちょっと1作目なんで作りがまだ粗いところもあるんですけど、こういう枝とかもうちょっとこう下げたいとか、もうちょっと元から吹かせたいとか、いろいろやっていくうちにいろいろこうもうちょっとこうかなというのもあるんですけど、とりあえずこれで芽を吹かせます。それでもう一回切り詰めてっていうのを、また出てきて切り詰めて出てきて切り詰めてっていうのを繰り返して枝を細かくしていくということをしたいと思います。今日はじゃあここまでで。